さて、無限の悪魔合体が可能なローグライトダンジョン RPG が登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回はグロームボルトの紹介を行います。こちらウィザードリーのような一人称視点でひたすら戦闘を行いつつ、より奥を目指すダンジョンクローラーです。とはいえ長期にわたり育成するゲームではありません。一回一回短い間隔でどれだけ強いキャラを作れるかを試しながら楽しむゲームです。パーマデスを採用しており、よりシステムに理解が進むと、それだけ早く、あるいはより奥へ進むことが可能です。また現状は英語のみで、ちょっとルールがわからない部分があります。日本語化の予定はあるそうですが、それでも難しい部分もありそうです。試行錯誤し、どういう機能でどんな効能があるのか、覚えながら進むゲーム性にもなっています。スキルの数は結構あり、あらゆる構成作りに対応していそうなので、覚える意味でもやりごたえは抜群にあります。一見シンプルそうで奥が深いシステムです。ここでこのゲームの特徴ですが、なんと無限の悪魔合体が可能であるという点にあります。しかもクリーチャーの画像2つがマージされます。能力が合体するだけというのであればよくありますが、画像自体が合成されるというのは大変ユニークです。そして合成された図からまたさらに別のクリーチャーの図の合成も行えます。はじめは人型でも合成しまくることで、そのうち原型をとどめないくらい変わりますが、それでも人の形は保ちます。体の各部位がそれぞれ一部合成されるみたいなうまい画像処理のプログラミングがなされていそうです。あとは能力合体自体の面白さがあります。どのように合成させるとより効率よく悪魔を強くできるか試行錯誤することで分かってきます。確率で能力を継承できることもあり、運もある程度絡みますが、望む結果になった場合、快感を得られます。これは不思議のダンジョンの合成の壺とハクスラゲーのリロールやエンチャントが合わさったような仕組みです。一番面白い部分です。このゲーム、敵が全てランダム性能になるため、ある意味クリーチャーを取り反するダンジョン RPG でもあります。次に戦闘で敵を倒すかどうか問題が特徴です。この作品ランダムエンカウントではありません。ダンジョンはランダムで作られますが、登場する敵はダンジョンのマス目に配置されており、新たに湧きません。有限です。よって敵を倒すことで何かを得るか、仲間を強化するために勧誘するか、選択が発生します。少なくとも合成したい望みの悪魔が現れたら、何としても仲間にする必要がありますが、それに対応する仕組みが用意されているのも特徴です。まず敵を仲間にするには、その敵のヒットポイントを極めて減らす必要があります。そして戦闘画面にはプレイヤー側と敵、両者がどれくらいお互いにダメージを与えるか事前に表示されます。またパーティーメンバーのどの仲間に攻撃させるかオンオフの設定ができます。あとは敵のヒットポイントも表示されます。これらを全部利用することで倒したくない敵をギリギリ活かしつつ勧誘できます。とても考えられたシステムです。一方、敵を倒すことで得られるものは何かですが、まず実績システムがあります。敵を何体倒すという条件を達成すると様々な得点を得られます。スキルのアップグレードポイントだったり、お金だったり、装備、あるいは特定の仲間も得られます。お金を貯めればお店で仲間を購入できます。戦闘で勧誘しなくとも仲間を増やすこともある程度可能です。パーティーを強くするための方法は多岐にわたって用意されており、現在の状況に応じ、どの育成方法を取るかが肝です。特に1フロア内に登場する敵の数が決まっているため、リソース管理ゲームにも近いです。最良の選択を取り続けることで、より奥へ進める確率が増えます。他に面白システムとして召喚魔法があります。仲間の中には召喚魔法を使えるクリーチャーがいます。そしてこのゲーム、どんな敵も仲間にでき合成できるという特性上、召喚で呼んだ仲間も合成に使います。戦闘のたびにパーティーメンバーを増やし、合成で育成することも可能です。その他装備もあり、ランダム性能がつくほか、装備のクラフトも可能です。2つを合成し、能力を移植できます。序盤はいまいちな性能のものが多いかもしれませんが、後半になるほど強力なものが登場します。またゲームモードはいくつかあり、他のプレイヤーとリーダーボードで競います。15回クリアを目指すモードと無限ダンジョンモードがあります。知識が増え慣れてくるとスムーズに進められそうですが、ただ本家ローグライクと同じように後半になればなるほど1ターンごとに考える量が増える可能性もあります。ここら辺を楽しむゲームでもあるのでしょう。
以上から画像までも融合される独自の何でも悪魔合体システムと、それに対応する仕組みがきちんと用意された、気軽に一回一回さっと遊べるクリーチャーコレクションダンジョン RPG となっております。すべては合体の楽しさに集約されているため、このコンセプトが好きな人には特に刺さる作品です。そして Steam での発売日は2025年4月30日となっており、価格は現在 20% 割引の960円です。ウィザードリーというキーワードから日本のユーザーが多いとのことで、それにより日本語化実装が検討されています。英語が苦手な方もそれを機に購入してみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。で、これセッティングでなんか気になる設定があるんですよね。なんかカメラ視点が変わるっぽいですね。一人称からトップダウンに変わるみたいな。まあ後で試せるんであればね、試してみましょうか。で、モードがいくつかありますが、チュートリアル。これ試せんの？試してみようじゃあ。確かにこれ一人称視点だね。WSD かな？移動は。早速前方に敵みたいのいるけれど。我々はこの二人なのかな？ヘルナイトにドワーフ。と進んでみようか。よっ。一歩進んだ。で、ポジブルアクション。これが取れる。アタック。よし、アタック。ああ、戦闘に入るんだね。敵は2体なのか、もしくは、ここに2体いるのかどうか。ダミーだから安全そうだね。ポテンシャルダメージ。こちらの与えるダメージの可能性ですね。2から3与える。敵は0である。これクリックするとどうなる？なんかつくね、クリックすると。このマークは何なんだ？ポジブルアクション。チェックを入れたら、攻撃が始まるんだ。これクリックした状態で、エンドターン。どうなった？なんかあまり攻撃しなかったように見えましたね、今ね。左下のこれなんだ？チャーム。相手を魅了する？ドラッグトゥキャスト。ドラッグすんの？チャーム。なんだこれ？相手をチャームしたの？ダミー。あ、いなくなった。魅了したのかな？右下これなんだ？フリー。驚かせんのかな？戦闘を終わらせる。で、ライフを失う。あとマナも失う。勝たなきゃいけないんだな。ちょっと勝ちましょう、普通に。ああ、キャラクターが順番に攻撃しますね。で、これ倒した。ここまで OK だが。あれ？ドワーフどこ行った？ドワーフいなくなったよ。A と D で横回転だね。平行移動ではない。平行移動あんのかな？謎の画面が出てきた。進行？プログレス？なんか達成しろって言われてる？平行移動はないかもしれないな、今んとこ。セッティングが出てきた。お試しでこれオンにしてみようか。あー、なるほどね。ローグライク画面になるんだね。とつこいつを倒そう。ダミーを。次はなんだ？チャームできるって言ってる？ライフは減ってる状態ですね。チャームチャンス。ボトムレフトから敵にチャーム。もしくは1を押す？これに合わせて1を押せばチャームになる。1。あ、できたっぽいね。チャームは失敗したのかな？ 75% チャンスであるね。チャーム。そう成功した？まあ、多分成功したんだろうね。プレス U でアーミーを見れる。なんで U という押しにくいキーにするんだ。もしくはクリック、ボトムライトの初めのボタンを押す。あ、これでもいいんだ。アーミー。中身になってますね。ライフは減ってるけど、どうやって回復すんのこれ。いずれ回復すんのかな？生贄メイン。これで回復すんのかもしかして。メイン、生贄。マジ。よし。悪魔合体だ。いけ！うわー！どうなったんだ？ライフは回復しませんでしたね。多分何かが合体したんでしょうけど。同じ合体だから何も意味がなかったのかもしれない。15% のチャンスでインヘッティッド？コントロールクリックでも OK だと。まあ、とりあえずいいや。先進もう。コンティニュー。次はマージしろって言われてるね、これね。お、今、アドアナザーワンってクリックしたら補充してくれましたね。これでいろいろ試せばいいの？じゃあこの2体を合体してみようか。ヴァンパイアナイト。あとは、スネーク。スカイリムあたりに出てきそうな。あれ？クリックしたら一瞬でマージされましたね、多分今。で、合体したことでライフが増えた？それが何が強化されたんだ？結果を見たいね、これね。これでもう一回やってみよう。ほい。どうなった？マージしたらなんか、名前もマージされた。で、これが結果っぽいね。合体した。今のが。本来は IUS が入ったのかな？さっきは入りませんでしたけどね。ダミー合体再び。マージ。うわぁ。ドゥーナイト。これでも強くなるんだ。おー、どんどん強くなるね。能力はどうなってんだろうね。新しく覚えてんのかな？復活チャンス。こっちは 3%。まあいいや。とりあえずマージ。うん。まあ上がってんのはこれであるっていうのはわかりますね。同じ色のものをね、ちょっと合体してみようか。
いけ。ああ、良いのかどうかわかんない。お、ニュータイプ。ウェブ、ファントム。新たなタイプ。なんだニュータイプって。種族かな。多分新種族と見たね。これも合体してみるか。赤色同士。いけー。お、プラス 1%。リザレクトチャンスが増えた。ゾンビハルク。合体。こんなのでいいかな。さあ、マージャー完了した。次のステップ。次はパーティーを組むかな。ダブルクリック。右に配置されますね。チャームされた敵によりあなたはポイントがアップグレードする。アップグレードポイントってあるね。V か。アップグレーズ。カレントポイント33。リスペックは1のみ。残り3ポイント割り振れるかな。オフェンシブ、ディフェンシブ、ヒール、チャーム、サーモン、ミスク、スピリット。すんげえいっぱいあんな。どれ上げりゃいいんだ。いきなり溢れている。普通にダメージ上げるか。3ポイント。これでいいかな。さあ、違うエリアに着いた。次はアイテム。まず拾えと。あれを。ポジブルアクション、ピックアップ。これをクリックしても拾えないんだ。拾ってインベントリー。これはなんだ。リスペック。消耗品かな。クリックしたら使いましたね。スロットにもはめられる。エグジットボタンで出て、戦いって言われてる。と拾っていくか、ここらへん。また敵がいますね。もうゲームは始まってんのかな、これ。今なんだ。何拾ったんだ。装備品かな。あなたのモンスターは回避チャンスを得る。装備するには、スロットにはめられましたね。3つまで装備できるのかな。謎の効能。COR。ライフ1が COR になる。COR ってなんだ。ホーリー。わからん。効能がわからん。ホーリーはまあ聖なる何かなんだろうけど。レベル1。15階まであんのかなこのフロア。他にいろいろ見てみようか。イビルディーズ。これは、さっき見た実績みたいなもんか。達成でなんかポイントがもらえるんだね。装備品ももらえるっぽいね。これは10体マージせよって感じか。これはなんだ。ドワーフどこ行っちゃったの。グローバル。今まで出会ったキャラクターかな。エグジット押せって言ってたよね。これ。ダミーかと思いきや普通に敵だったよ。よし、戦闘だ。14の24。どんどん戦ってもらおう。いけー。全員が攻撃してますね。残り1体だ。こっちは強すぎて。仲間にするどころじゃないね。さらに2戦目。うわー。強い。なんか得たイビルディーズ。達成してんのかなこれ、すでに。これでアップグレードポイント、もしくはコイン。あるいは装備品かな。仲間を入手できるのこれ。パラディン。できますね。じゃあ今ひたすら仲間をね、入手しましょうか。うわー。倒した。これで合体して強化するんだ。ボイドナイト、ヴァンパイアナイトにデスナイト。マジ純粋に強化された。パラディン。これ人系だね。よし。パラディン合成してみようか。いけー。パルナイトになった。新たな種族、セレスタルアセンダント。天竜人みたいな種族になったぞ。他には、ディープドワーフ、バーサーカー。なんか見た目がやばいな、こいつ。で、面白い。色で合体しよう。カエルと合体するとどうなるんだ。うわー。ちょっと強化されましたね。さらに、サラマンダ的な。マジ。フォージマスターになったよ。みすぼらしいやつが。鍛冶屋になった。でも名前はサラマンダードワーフバーサーカーだね。名前自体もマージされるんだね。パーティーメンバー5人だからね。この魔法使いと坂の合成してみるか。マジ。あんまり強くならなかった。さらに、ゾンビハルク。合体。こんなもんか。面白いな、このゲーム。悪魔合体が。じゃあ出るか。こっからが本番なのか。メインメニュー。では、スタートゲーム。クリーチャーが作れる。Your Minion。はじめこれだね。作れんの？リロール。どうやって作るんだ？プリセットで保存ができる。これの上げ下げができるようだね。あと、アビリティ。とりあえず何上げればいいかわかんないから。ストレングスあたりを上げとくか。あと、器用さ。で、ダメージ。3つまでかな？これはなんだ？ステータスエフェクト。どこを与えたりするんですかね？スタン、出血、バーニング。ちょっと一人目は脳筋でいいんじゃないの？ヒール、クリティカル。これでいいか。パーティーはなんか変えられるのかな？リロールできますね。リロール。キノコがいるぞ。よし、これでいってみるか。ミッション開始。ちゃんとしたダンジョンになってる。キャラクターどうなった？名前ミニオンのままだな。なんか間違えた？どっかで名前作られたのかな？今合体しよう、後で。で、アップグレードポイント。
これは、Your Monsters って書いてあるからね。全員っぽいね。もう初めは。もう攻撃でいいよ。攻撃ガンブリ。で、前方のこれ何かな？調べられる。ストーリーですかね。早速探索しよう。この壁のこの、シミみたいな何なんだ？てけるぞ。ナメクジだ。ナメクジにヘビ。いけー。お。危ない。もうやられそうだ。早くも。でもチャームだ。チャーム。成功した成功したっぽいね。これ死んだらいなくなるのかなこのゲーム。ああ、一人やれた。やれたが、チャーム。チャームどうだった？あ、やっぱり死ぬといなくなりますね。これ強いな、これ。アイロンドラゴン。あれはなんだ？ 20 アップグレードポイント。すごいぞ。たっぷりもらったね。20だけど、10で1ポイントなのこれ。キノコを強化してみよう。キノコマンを作るんだ。マジ？お、なんかついたよ。インヘリテッドついたよ。犠牲になった時に、なんかライフが 0% 上がる？さらに、マッシュルームに、サラマンダー。うわー。サラムマッシュルーム。あまり強くねえな。ドアがあるね。下に行く。まずはじゃあこのフロアを全部探ってからですかね。ありか。木の代わりにしてみよう。クイーンマッシュルーム。なんかでも見た目がどんどんやばくなっていく。そっちぶっ壊れそうだな、これ。大丈夫か？さあ、下に降りようとしたらなんかもらえんのかな？もうこれでいいや。で、次は、どこに行くか選べんの？これが報酬で。ビーストマスター。確定の仲間かな？これ登場する敵の種類ですかね。さあ、警官が全部変わりましたね。あ、これがビーストマスター。クリーチャーが変えるっぽいね。で、どれも足りないお金が。残念なことに。倒さないようにこれ、抑える必要あるんじゃないかな。もしかして。なんかそんな気がしてきた。攻撃するんじゃなくてね。わざと抑える。うん、このダメージ数値を見てね、抑える。ギリギリ殺さないところ。これだ。お、あらー、倒しちゃった。こうだな。これでチャームする。失敗した？もう一回チャーム。成功だ。こういうことか。ダメージ受けるの前提だよね。となるとオフェンシブいらないよな、これあんまりな。耐えながら勧誘するわけだから。ディフェンス力が高い方がいいに違いない。ヒール。1ポイント取ってみたけど。いつ使えるんだこのスペルは。戦闘中使えんのかな？どうかな？ディーブドワーフ。ヒールレフト。8のヒットポイントを回復してくれる？あとは、今覚えたヒール。これでようやく使える。マナは10分の10か。限りがあるんだね。で、これで回復。ドラッグ&ドロップ。あ、2ポイント回復した。ほんとビビたるもんだね、これ回復量が。あれ？マナ回復してますね、また。絶対に戦闘に入ったら、マナは回復した状態から始まるのかな。で、ここで不要品を合成できるルールがあるな。10ゴールド必要だ。B から A に能力を移す。最大5つまで移せんのかな？同じ能力の場合どうなんだろうね。この2つをクラフト。よっ！できた。2つの能力がつきましたね、A に。これは便利だね。合体。うわぁ、これ合成ルールどうなってんだろうね。これ見た目。面白いよね。プログラミングでやってんのかな、この画像の組み合わせは。合体だ。合体。いろいろ覚えた。インヘリテッド。これ継承したのか？これを意識してやっぱり合成するといいのかな。継承は 15%。もうなんか、ドワーフの原型が保ってない。どうなってんだこれ。いろんなもの合体しすぎて。どんどんアンデッドに近づいてますね。スケルトンドワーフ。こいつはヒール力高いよな。逆にした方がいいのかなこれ。どっちを優先すべきなんだ。わからん。ね、こいつをとことん鍛えてみよう。マジ？ヒール力増した？増したけど、あんまり効果いいとは見えないな。あ、ついに能力が4つになりましたね、このキャラ。しかし1つの能力が機能していない。0% チャンスだから。どうなったんだこりゃ。うわぁ、ぐちゃぐちゃになってきた。すごすぎるこのゲーム。今、回復魔法唱えたかな？このキャラに向かって唱えたような感じするんだけど。レフトってそういうことか。ああ、わかった。ようやく今わかった。ヒールレフト。左のキャラを回復しますと、そういうことだ。ああ、ようやくわかった。今気づいたよ、もう。レフトってそうだったのか。右とかもあんのかな？どういう効能を及ぼすみたいなね。
さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。